こんにちは、作曲家の夏見るいです。私はゲームとかアニメとかドラマの劇版 BGM を作っている作曲家です。どんな音楽の仕事してるかとかってみんなあんまり興味ないだろうなと思って YouTube では言ってないんだけど、今年は初めて舞台の音楽担当させてもらったりして、マイペースに頑張ってます。何回かデスク紹介の動画って作ってるんだけど、結構前っていうのと、最近チャンネル登録してくれた人からリクエストもあったので動画作ってみました。変わってないところもあると思うんだけど、万が一そこまで変わってねえじゃねえかよみたいなコメントあったらアンチ風ファンだと思っておきます。作曲しない人も楽しめるように仕事効率が上がるようなアイテムとかも紹介しますので、よかったら最後まで見ていってください。ではどうぞ。じゃあ右から、このモニタースピーカーはヤマハの MSP5 っていう私が一番最初にいた事務所が買ってくれた大定番のスピーカーですね。1週間前までね、リプロデューサーのエピック4っていうスピーカー使ってたんだけど、気分で変えたりしてます。本当はスピーカースタンド立てて4つ置きっぱなしにした状態でスピーカーセレクターで切り替えられるみたいにしたいんだけど、だったらさ DTM 専用デスク買った方がいいかなとか思ったりしながら1年ぐらい経ってるわ。見て、このインシュレーター可愛くないですか？知り合いの知り合いが私のために作ってくれました。これ樹脂でできてるって言ってた気がする。中のこの地味毛量たちは私がチョイスしました。モニターは LG の29インチのディスプレイです。 Amazon のセールで2万円台だったような気がする。我々作曲家はさ、ディスプレイについてる内蔵スピーカーから音を出すってことはまずないから、スピーカーがないタイプのディスプレイにして節約した気がする。29インチって横にでかくて、いわゆるウルトラワイドディスプレイってやつだと思うんだけど、横に長くて縦は27インチより短いんだよね多分。 DTM やる分には29インチすごいちょうどよかったなと思ってます。上にあるこのウェブカメラはロジクールのブリオ500っていう2万弱ぐらいのカメラです。レッスンとか曲のリモート打ち合わせの時とかに大活躍してる。なんか明るく見えるモードとか選べて、多少顔色悪くても全然バレない。最高で、このモニターはモニターアームで固定されてんだけど、みんな見てこれ、なんでデスクに直じゃなくてわざわざディスプレイスタンドをかましてそこにつけてんのって思うんじゃないかな。実はこのデスクダイニングテーブルなんですよね。 DTM って机のものに乗っけるもの多すぎて普通のデスクだと乗らないんですよ。だからね、これ IKEA のダイニングテーブル買ってきて白くしたかったから、賃貸でも使える壁紙シートみたいなのあるじゃん、あれで白くしてます。で、デスクがでかいのはいいんだけど、ダイニングテーブルってデスクの下に謎の出っ張りがあってモニターアームつかないんですよ。だけどモニターアームは使いたいって思った時にわざわざディスプレイスタンドを買いました。ない方がすっきりすると思うんだけど、あったらあったで好きなものを載せられるんでいいかなと思ってます。私地味毛量みたいなのがすごい好きだからさ、これはスプラトゥーンの小ジャケですね。わざわざメルカリで買った。 USB の変換とかピックとか、目が死ぬほど血走った時につけるなんていうんだこれ、なんだっけ、目薬とか置いてます。これは3COINSで買ったすごい可愛いガラスケースなんだけど、私普段ちゃんとした声量の声とか出さないからさ、リモート会議とかレッスンの時とかに涙出てくるぐらいむせちゃったりするの。やばいでしょ。だからアメちゃんとか入れてます。これはね、すごいおすすめのハイテクタイマーです。ポモドーロ法って知ってるかな？人間って25分集中して5分休憩、25分集中っていうこのサイクルが超ベストって言われてて、それが自然にできちゃうタイマーです。これの旧型が結構デザイン性があって素晴らしくて個人的に買ったんだけど、その話を動画でしたら、なんと TICKTIME のメーカーさんから連絡来て、最新モデルをよかったら送りますがもらってもらえますかみたいに言ってくれて、それがこれです。これすごいよ。ここに指を置くと25分集中5分休憩っていうサイクルが4ターン繰り返されて、今何ターン目かもここに表示されるっていう、もう超すごい。これ仕事効率すごく上がったからおすすめ。本当にこれは何かの語り動画で背景に映ってる土偶が気になりすぎますって書かれてた遮光器土偶ですね。埴輪よりね土偶のが人気あるらしいよ。意外じゃないですか。で、その下は88件の MIDI キーボードです。これね、ピアノをしっかり弾きたい人は打鍵感とか物足りないと思うんだけど、打ち込みやるだけだったら過不足なくて88件の中では安くて超いいですよって言ってたんだけど、ごめん、壊れたどう壊れたかっていうと、 DTM やってる時にね、勝手にオートメーション書かれるようになって、このホイールが壊れてるんですよね。で、これレビューとか見たらこの症状が起きてる人がたまにいて、キーステーション88あるあるなんだという感じでしたね。あまりにもさ、お金がかかりすぎるじゃん、音楽制作って。だから最近は買わずにどうにかできる方法ないのかなってまず考えるようにしてるんだけど、このキーステーション88の裏蓋を開けてピッチとモジュレーションのホイールの線をブチって切りました。そしたら大丈夫になった
ここにあるのは HDD2 台ですね。どっちも4テラだった気がする。この白いのはこっちの iMac につながってて、黒いのは MacBook Pro につながってます。 SSD もつなげてるんだけど、 HDD は据え置きという感じで、とんでもない量になってる YouTube 動画のデータとか修正とかもないなっていう納品済みの音楽データとかを映してます。あと自動で取れてる Mac のバックアップもここに勝手に書かれるようにしてます。 HDD は安くて最高だね。でその後ろに置きっぱなしになってるのはレッスンとか会議で使う用のマイク、HyperX のソロキャストっていう USB マイク使ってます。このナレーションとかはオーテクの AT4040 っていう4万弱ぐらいのコンデンサーマイク使ってるんだけど、4万のコンデンサーマイクってマイクにしてはめっちゃ安いと思うんだけど、出しっぱなしにして雑に使うマイクとしてはちょっと高くないという感じで、雑に使ってもそんなに怖くない USB マイク買いました。音楽用じゃなくてゲームストリーマーとかがよく使ってるマイクって、こうやってタップするだけでミュートになったりして結構便利ですね。これは今使ってる MacBook Pro の前に使ってた iMac。 PC も予備がないと怖いじゃん。締め切り直前に PC 飛んだりしたら私も終わるので、そういう時のために一応置いてます。でこっちは一生置き場所に困ってるメインの PC の MacBook Pro です。 M1Mac です。プラグインっていう音楽制作する時に使う楽器のデータみたいなのはこの外付け SSD に入れてます。4テラと1テラで合計5テラですね。メーカーは私はサンディスク一択。前ねクルーシャルっていうブランドの SSD に浮気したんだけど、全然サンディスクのが良かったわ。少しだけ高いかなという感じはするけど、サンディスクがいいですね。でこれ DTM あるあるだと思うんだけど、 PC につなげるべき線多すぎなんですよ。ほんと全然足りなくて、スピードが求められるオーディオインターフェースと SSD だけは直で挿して、余ったもう一個の USB Type-C の穴には拡張でハブつけてます。ハブでおすすめなのは絶対電源がついた USB ハブ。電源がついてない USB ハブのが一般的かもしれないし安いんだけど、だいたい消費電力 100mAh とかでしょ。 DTMR がつなぐ機材のことを考えると厳しいと思う。トラックボールの挙動がなんかおかしいんですよみたいな相談してくれる生徒さんとかいるんだけど、電力不足だったりすること多いですね。7個もポートあるのに足りてなくて、プリンターとさっきの HyperX のマイクはさせてないですね。オーディオインターフェースはユニバーサルオーディオのアポロツイン使ってます。特にね大きい不満がないから使い続けてる。強いて言うならモニターヘッドホンを挿す穴が2つ欲しいなっていうのかな。あとねここに生肉とか乗せたらジュって焼肉になりそうなぐらい熱くなるのが不安。嫌っていうより不安ですねこれレーザーっていうメーカーのタルトルス V2 っていうものなんだけど、何年か前にこれ使ってて、一回使うのやめて違う機材使ってからまたこれに戻ってきました。っていうのも M1Mac に純正ソフトが対応してないんだよね。だから使えなくなっちゃったから諦めたんですよね。10キーを左手デバイスにしてみたりとかいろいろやったんだけど、どうしてもこれが一番使いやすかったから戻ってきました。だけどね純正ソフト使えないので、カラビナって読むのかなっていうソフトでキー設定してます。で使いやすくするポイントはマクロ設定って言って、2つ以上のキーを1つのキーに保存するっていうのがいいんだけど、ちょっと手間。こんな感じのデータを作って読み込む必要があります。みんなねこれ見てゲッと思ったかもしれないんだけど、こういうのを解説してくれるサイトとかあって、見た目より簡単にできるのでおすすめ。左手デバイスはねあると全然違うからいいよ。デスクの下にモニターヘッドホンが2つかかるホルダーつけてます。こっちはメインで使ってるヤマハの HPH-MT8 です。マスタリングエンジニアの方も使ってたりする人気の型番ですね。私細かいチェックの時以外はだいたいスピーカーから聞くんですけどね。こっちはね大定番の 900ST です。 HPH-MT8 の方が断然使いやすくて、正直ほぼ使ってない。一応持ってるって感じかな。イヤーパッドはねヤクシーのがおすすめですね。耳痛くなくてすごいいい。結構ボロボロだわ。こっちはキークロンの K2 というメカニカルキーボードです。赤軸ですね。私は青軸のカチャカチャ感より赤軸の重めの感じの方が好きです。キークロンのキーボードはねメカニカルキーボードの中ではお求めやすい値段だし、 Mac にも対応してるし、ワイヤレスワイヤードどっちも対応してるし、可愛いし気に入ってます。私病院とか薬局でよく使われてる灰色の NEC とかのキーボードに憧れてるんだけど、あれを実際使うにはちょっとでかすぎるなと思って、 K2 のこの配色はちょっとレトロ感があって、あの雰囲気もあり気に入ってます。この雲みたいなリストレストはシーンで激安でした。隣はケンジントンのトラックボールですね。これ超使ってるよ。毎日使ってて何年も使ってるのに全然壊れなくて弾いてる。トラックボールってこのボール取れるんだけど、ちょっと全然関係ないんだけど、この前お世話になってる作曲家の人が昔切れてこのトラックボールを投げてくる先輩とかいたって言ってて、ちょっと面白いなって思ったんだけど、リアルに想像するとめっちゃ怖いよね。投球力によってはめちゃくちゃ怪我すると思う。トラックボールの方のリストレストは何も考えないで電気屋さんで買ったやつなんだけど、ちょっと変な色買っちゃったなと思ってシンでねこれも安いの買ったんだけど、なんかちょっと使い勝手悪くて、結局いつも可愛い
いの買ってもこれに戻ってきちゃいますね。前はねこのスペースにプラットフォームなのっていうミディコントローラーこういうのね置いてたんだけど、あんまり使わなくなってきて、てか全然使わなくなってきて、今は iPad に ToDo リストとか表示させておいたりしてます。私は iPad に GoodNote っていう人気のノートアプリ入れてて、目標とかスケジュールとか英語の感想とかメモとか楽譜とか全部入れてます。あと iPad 超便利なのが、制作の時はねこっちに置いてピアノロールとかミキサー表示させて作ったりしてます。ここに置いとくと超作りやすい。理想はねこの iPad ちょっと古くてちっちゃいんだけど、譜面表示させるのにベストって言われてるのって 12.9 インチの iPad だと思うのね。それを買ってここにちゃんと置けるスペースを作って、もう制作用という感じにするのがいいんだけど、やりたいこととか理想はね正直無限にあるんだよね。頑張りましょう切りないから、徐々にアップグレードしていこうと思ってます。あとこれはデスク環境という感じではないんだけど、この前仕事で使う機会があってシンセサイザー V 買いました。シンセサイザー V って言われてもピンとこない人多いと思うんだけど、要するにボーカロイドですね。今全然違うよ。シンセサイザー V の音はもうほぼ人間です。っていうか言われないと人だと思ってると思うみんな。この歌の打ち込みがめっちゃ楽しくて、歌うますぎて、その作った仕事は1曲しかなかったから、もっと仕事もらえないかなって今思ってます。はい、最後まで見てくださりありがとうございました。さっきも言ったけど理想はめっちゃあって、例えばこの椅子もねなんかお尻たいんだよね。買いたいものたくさんあるんだけど、ちょっとずつアップグレードしてまた動画でも紹介しようと思ってます。今日紹介したものは概要欄に貼ってあるのでよかったら見てみてください。あとみんなが使っててこれ良かったなと思うような、DTM 機材じゃなくてもいいんでデスク用品とかあったらコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。感想もお待ちしてます。このチャンネルで音楽好きがゆるーく楽しめる動画をこれからも発信していきますので、いいね、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。ではまたねー。